急日本海物語。今回は特急日本海の電信である戦後の507、508列車の話を中心にさせていただきます。特急日本海は43等の改正で誕生した新しい列車であり、従来の急行日本海とは直接の関係がないのですが、列車の歴史を知っていただくためにあえてアップさせていただきました。ちなみに日本海を名乗っていた急行はその愛称を北国と変更して大阪・青森間を走り続けることになります。特急日本海物語第1話。はじめに、今回は大阪と青森を結んでいた寝台特急日本海を取り上げてみたいと思います。日本海という愛称を語るにあたり、昭和43年を一つの区切りとしてお話をしたいと思います。と言いますのは、日本海という列車は昭和43年10月の改正で新設された列車であり、その際に現代の北国から愛称を取り上げてしまった経緯があるからです。ということで今夜は急行日本海の話ですが、急行日本海の電信というのは古くは大正13年7月の羽越線電線開通を受けて神戸・青森間に設定された急行列車がそのルーツとなるようです。手元に大正時代の時刻表がないのですが、昭和5年、鉄道省編纂汽車時間表によりますと、青森から大阪間に501、502列車が運転されているのを確認できます。当時の運転時間は、大阪15時50分発、青森は翌日の16時20分着となっていますので、24時間30分という長丁場であったことが伺えます。ちなみに、青森発の列車は、青森13時発、大阪は翌日の13時14分着となっていますので、24時間14分の運転となります。編成はわかりませんが、3等寝台車とは食堂車を連結している旨の記述があります。戦争中もですね、大阪直通列車ということでね、お話をさせていただこうと思うんですけれども、その後若干スピードアップされたようで、太平洋戦争開始前のですね、昭和15年の時刻表を参照しますと、大阪10時発、青森は翌日の7時35分となっています。で、21時間の35分点かな。で、青森発の列車は、青森は22時35分発で、大阪は翌日の19時37分着となっていますので、こちらは21時間2分運転ということで、かなりね、スピードアップされています。ただですね、戦争が激しくなってくると、昭和19年のね、列車自体は番号として残っているんですけども、普通列車に格下げされてしまって、急行時代に連携されていたね、食堂車や2等車、3等寝台車などは連携されていませんでした。その後戦後ですね、復活するんですけれども、戦後復活して、昭和22年の7月5日にですね、大阪・青森間を結ぶ急行列車507、508列車として復活しています。これが急行日本海のね、直接のルーツだと言えそうです。参考前に昭和28年2月号の時刻表を参照しますと、下りが501列車、大阪はね、22時30分発で、青森が22時25分着。で、23時間55分になるのかな。で、上り列車については、青森は5時35分発で、翌大阪にはね、5時50分ということで、こちらは24時間15分運転であり、寝台車や食堂のね、連結はないものの、特別2等車、当時でね、陸や陸シート車が連結されていたことがわかります。実は昭和22年頃まで急行列車にはですね、愛称っていうのはついてなくって、銀河だけだったんですけどね。その後25年には列車の愛称をつけることになりましたということで、一斉に11月2日からですね、急行列車にも愛称をつけることになりました。これに伴いですね、大阪と青森を結ぶね、この列車は日本海とね、命名されました。当時、急行列車にはですね、旧国名を付けられる場合が一般的だっただけにですね、日本海という名称はちょっとね、意外な感じは受けました。参考前に同じ時期に命名されたね、列車以下の通りですという一覧表をね、作ってますので、ちょっと見てください。ここで2つの名前がね、名字、愛称、彗星とかね、並んでいるのは2往復あったということですね。道の区北とも同じようにね、道の区と北と別々の列車がありました。大阪青森はもちろん日本海ということで、他にも上の大阪の北陸とかね、こういうのも走っていました。
単線区間も多くですね、長距離列車ゆえのね、悩みもあったというふうに聞いております。こちらの列車ですね、銀河のと比べればね、編成的にもどうしても貧弱でした。それでも特別に当社の連結がね、比較的早い時期に行われていたりしましてですね、昭和31年には日本海をね、寝台車が連結されになります。連結区間は大阪富山間ということでしたので、そういう記述をね、当時の時刻表などを参照すると見ることができます。さらに唯一の急行列車としてですね、やっぱり停車駅見直そうとするとですね、当時の市役所などからね、地元の役所などからですね、反対の陳情がね、上がってきたりということで、なかなか駅の停車駅をね、絞れないというね、そういうふうな問題もあったようです。さらに運転時間がですね、長くね、24時間近くかかるということで、鉄道以外にはもちろん移動手段がありませんでしたのでね、一つの列車で700人近くの乗客がいつも乗っていました。それゆえですね、ゴミ箱もすぐに満タンになってしまって、ツールやね、椅子の下に弁当柄とか、そういうのを捨てる、そういうのが一般的だったものですので、車内清掃は来てくれるんですけども、ね、来てくれるとまたすぐいっぱいになっちゃうというね、そういう悪循環があって、本当に当時のね、そういう写真なんか見ますとね、汚い車内の日本海みたいなね、そういうふうな、あまりありがたくないね、そういうふうな写真とかがね、あったりします。それでも少しずつ改善は進められてですね、特別移動車の設置やね、食堂車の連結などっていうのに改善が行っていきました。で、明日は特急になったね、日本海の様々なエピソードなどをね、お話、ね、交えながらさせていただこうかななんて思っています。C57 と急行日本海の浅からぬ関係などということでね、実はこの記事をですね、ここに今載せようか載せやまいかね、正直最後まで悩みました。で、最初入れてなかったんです、これ実は。でも、C57 って現在もね、山口号なんかで活躍してますのでね、実はそれがですね、当時のね、幹部の英断でね、判断でね、残ったということもあるんでね、ちょっとこれはもう紹介しておきたいなと思いましてね、あえてこれをつけさせてもらいました。実は急行日本海ですね、当時C57 1号機ね、牽引した時期があるんですね。その際ですね、土砂に乗り上げて脱線事故を起こしてしまうということがありました。土砂崩壊の中でね。で、閉鎖と国鉄があった時代という参照しますとですね、昭和36年にこういう事故があったということで、今から60年前の話ですね。で、急行日本海列車脱線事故2月9日。ね、13時45分、羽越本線村上から真島間 63.1 キロポスト付近で、大阪駅から青森駅に向かっていた急行日本海が崩れた土砂に乗り上げた。機関士が軽傷を負っただけで済んだが、現場の復旧作業が優先され、破損した車体は2ヶ月以上にわたり、事故現場に放置された。事故機関車は C571 で4月27日に運び出され、長野工場で5ヶ月にも及ぶ修復を受け、復旧を果たしたっていうことですね。これは線輪付近はもうダメでね、当初は廃車の方針だったそうですけれども、1号機であるっていうことからね、当時の管理局長だったかな、が修理をね、しようという決断をしましてですね、半年近くね、大修繕工事で復旧したというふうに言われています。本当にね、かなりボイラー付近、ボイラーというよりもその足回りがね、かなり傷んどったそうです。それをですね、1号機っていうのは幸運もあるんですけどね、それで復旧したからゆえですね、今もね、C5 な1号機ということで、山口生のヒーローというかね、頑張ってくれたりするという、そういうようなね、経緯があったりします。最後までね、ご覧いただきありがとうございました。次回ですね、43等改正誕生するね、日本海の話を中心にさせていただこうと思います。